こんにちは、斉藤直樹です。今回は、こんな人には依頼が来ない、仕事を失う人の特徴というテーマでお送りしていきたいと思います。僕は24年間イラストレーターをしてきたのですが、イラストレーターって聞くとね、どうしても時間とか約束とかにね、ちょっとルーズでマイペースなイメージがあるかもしれません。半分はね、当たってます。そういうね、イメージがもともとイラストレーターにはあるので、仕事を依頼してくれる側もね、多少の緩さにはちょっと目をつぶってくれる感じはあるのですが、そうは言ってもそこはやっぱりお仕事。イラストレーターとしてイラストの仕事をこなす上で、やっちゃいけないことをね、いくつか重ねてしまって、実際に仕事が来なくなってしまった人もちらほら聞いたりします。でもね、そういう場合って、多くの場合、本人もね、あんまり気づいてないことが多いんですよ。あれ？俺何にも悪いことしてないのに、なんで仕事来なくなっちゃったの？そんな風にね、思っている場合も結構あるらしいです。なのでですね、今回は、イラストレーター歴24年の経験と、日頃ね、制作進行をされている方から実際にお話を聞いて、こういう人にはちょっと仕事振りたくないんだよな、というですね、仕事を失う絵師の特徴5つ挙げてみました。ただね、ワースト5挙げただけだと、単なる煽りにもなりかねないので、じゃあどうしたらそれを回避できるのか、解決策もね、紹介していきたいと思います。今回の動画を見ていただければ、これやったらアウト、仕事が来なくなるという情報に加えて、あれ？最近めちゃめちゃ仕事来るようになった。順調、順調。そんな風に、こうすればたくさん仕事が舞い込んでくる、仕事がうまくいくための行動についても同時に紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。第5位、リクエストに答えてくれない。これ結構多いらしくてびっくりしたんですが、仕事を受けるときってですね、発注書っていうものをいただくんですね。発注書っていうのは、こういう絵を描いてくださいっていうリクエストが書いてある書類なんですが、基本的にはですね、それに沿って絵を描いていくわけです。例えば、黒髪のポニーテールの女の子の数学シーンを描いてくださいとか、がっしりと強そうな戦士が敵と戦っている姿を描いてくださいとか、そんな内容がね、書かれているんですが、これをね、無視しちゃう人がいるということでした。具体例を挙げるとですね、これは進行管理の人に聞いた実話なんですが、発注書にはね、かっこいい西洋甲冑を着たナイトを描いてくださいっていう指定でイラストレーターさんに発注したらしいんですが、上がってきたのはね、ナイトではなく、なんと戦国武将のイラストが上がってきちゃったらしいんですよ。さすがに意外すぎてね、その人も笑っちゃったらしいんですが、でもね、この人にはもう仕事頼まんとこ、とその人は思ってしまったらしいです。これですね、極端な例ではありますが、僕もですね、ちょっと思い返してみると、これね、実はやっちゃったことあって、実はですね、僕大学生の頃にイラストレーター機を始めたんですが、当時ですね、仕事を頼まれることがすごく嬉しくてですね、めちゃくちゃ気合が入りまくってしまって、相手をびっくりさせるようなすごい仕事してやろうと意気揚々としてたんですね。いや、それ自体はね、むしろいいことなんですが、なんかその力みがね、変な方向に働いてしまうことがあったんですよ。それは何かというと、相手をびっくりさせるぐらいいい仕事イコール意外な絵を描くことと捉えてしまっていた時期がありました。そのせいで、発注書でリクエストされた内容に変にね、工夫を加えて、相手が考えてもいないイラストを頑張って描こうとしていたことがあったんですよ。そう考えるとね、ナイトを発注されたのに、戦国武将を描いてしまった人の気持ちもね、ちょっと一方では理解できるんですが、でもね、結論から言うと、これは完全にアウトです。カレーパンが欲しいと言われたら、カレーパンを出す。これ解決方法としてはね、かなりシンプルですね。発注された内容にきちんと沿って、ド直球でイラストを描くということです。だってですね、これ食べ物に例えると分かりやすいんですが、あなたがもしね、パン屋に行って、カレーパンくださいって言ったのに、出てきた商品がメロンパンだったら、あなた怒りますよね。いやいや、カレーパンじゃなくて、こっちのメロンパンの方がおすすめですよ。はい、300円。とかって言われたら腹立つでしょ。もうその店行かなくなるじゃないですか。もしかしたらね、そのパン屋が何度も何度も行っていてね、で、毎回僕の期待を満たしてくれていて、いや、このパン屋何食ってもうまいなってなった頃に店主が、いや、斉藤さん、カレーパンもいいですけど、今日はね、こっちのメロンパン食べてみてくださいよ。絶対うまいんで。とか言われたらね、いや、あなたが言うんだったら、ちょっとそれも試してみようかなってなることはあると思いますよ。でもそれはあくまで信頼関係を積み重ねた結果、その関係性において成り立つやりとりであって、基本はね、やっちゃいけない行為ですし、逆にね、美味しいパン屋さんはそんな主張ね、してこないと思います。相手が食べたいものを美味しく提供する。そこにね、全神経を集中しているんだと思いますし、イラストレーターにとってもね、そこが基本じゃないかなと思うんですよ。第4位、コミットメントが低い。
はい。これは別の言い方をするとですね、積極性があんまりない。言われたこと以外はやらない。消極的ってことです。これもしかしたら、さっきと言ってること違くない？自分の意見を挟まずにリクエストに答えることが大事なんでしょ？はい、矛盾って思った人もいるかもしれませんが、まあね、確かにそうです。自分の意見は挟まずに相手のリクエストを聞く。これがまず基本なんですが、その上でね、これはちょっと応用編です。発注書通りにイラストを描くっていうのは基本なんですが、そうは言ってもですね、リクエストにはちょっと穴があることがあるんですよ。例えばですね、元気なイメージの男性のイラストを描いてください。例えば、グーパンチを画面に突き出しているようなイメージで、という発注があったとします。確かにね、グーパンチは元気なイメージがあるかもしれませんが、ちょっとね、見方によっては元気っていうよりも、少しね、アグレッシブなニュアンスが強すぎるかもしれません。そういう違和感をね、ちょっと発見して、これってもう少しこうした方がイメージが近いかもしれません。どうでしょうと提案できる能力。これがですね、コミットメント能力の高さです。こういうことをしてもらった側がどう思うかっていうと、リクエストのね、穴を見つけて自分なりに補完してくれる人は、依頼した側からしてもね、めちゃくちゃ助かります。最初言ったようにね、相手のリクエストにそのまま答えることが基本なので、これができないからといって必ずしもダメなわけではないですが、プラスアルファの部分として、コミットメント能力の高さ。これができればね、ものすごい強みになると思います。複数案出す。なるほど。コミットメント能力の高さが大事なのは分かったんだけど、でもそれって具体的にどうすればいいのって、思いましたよね。それはですね、ちょっと大変ではあるんですが、結構ね、シンプルです。複数案用意すればいいんです。まずは1案目。これは相手の要求に完璧に沿った、何もアレンジしていない案を用意してください。さっきも言った相手のリクエストにそのまま答える部分ですね。そして2案目は、でもこういう風にした方がもっと良くなるんじゃないかなという自分の意見を少し反映した形を提示するんですね。リクエストの穴を自分なりに塞いでみるんです。これをされるとですね、相手は、この人、この企画を本気で考えてくれてるんだな。この人に頼んでよかったって思ってくれると思います。ただね、繰り返しになりますが、これはあくまでね、さっき言った相手のリクエストをそのまま聞くができた後の話なので、あくまでね、応用編として捉えてください。それができていないのにこれをやると、さっきの戦国武将の人と同じになってしまいます。それはね、マイナス効果でしかないので、そこは十分に注意してくださいね。第3位、ソーシャルメディアの発言。近年 SNS の発言が元での炎上だったり問題が起きやすくなってますよね。具体的に発注側が気にする部分としては他の人に対する悪口、攻撃的なリプライ、政治的発言というのが主だそうです。それとですね、成人向けのイラストの投稿というのも場合によっては敬遠されます。一応補足しておきますが、成人向けのイラストの投稿自体が悪いというわけではなく、そういうイラストを投稿している人には依頼できないコンテンツもかなりあるので、仕事の幅をね、狭める可能性もあるということです。なので自分は成人向けのコンテンツに特化するんだという意識があれば全然 OK なんですが、もし無自覚的にね、そういう発言やイラストを投稿しているのであれば、一旦立ち止まってね、自分は将来どういう仕事をしたいのかということを考えた方がいいと思います。場合によってはね、裏アカウントまでかなりね、しっかりチェックされている場合があります。それと、これも結構多いらしいんですが、締め切りをね、破ってるのにゲームや外出をしていることを SNS を通して知ってしまうというのもあるみたいです。これはね、半分ギャグみたいな話なんですけど、これについてはね、素直にムカつくと知り合いの進行管理さんは言ってました。はい。当然ね、その後、仕事をもらえないことは覚悟した方が良さそうです。あとこれは SNS の話からちょっとそれますが、結構ね、コミケやリアルイベントの振る舞いを見られている場合も多いようです。こんな言い方をするとね、ちょっと身構えてしまう人も多いかもしれませんが、そんな立派な振る舞いを求められているというよりかは、中にはね、かなり高圧的な態度で接してくる人だったり、あるいはちょっと話が通じないというか、コミュニケーションを取るのが難しい人というのも中にはいて、そういう人にはね、仕事を振るのを少し躊躇してしまうということもあるらしいです。SNS はビジネス。この対応策はね、結構一概には言えなくて難しいかもしれませんが、気をつけるべき点としては、このアカウントはビジネスとして運用してるんだという自覚を持つことだと思います。こういう仕事をしていると、こういうビジネス的な視点を結構ね、置き去りにしてしまうことがあるんですが、僕もですね、たまにふざけた発言をしてしまうことはあります。でもね、その一線を越えて変なことを言ってしまうと、それはね、仕事を頼む側からしても、ちょっとね、不安の種にしかなりませんよね。少なくとも普段自分の表現を発表しているSNS だったり、あとは同人イベントもそうなんですが、要するにそれって自分の商品をアピールしているビジネスの場なので、そこでの振る舞いは当然周りの人から評価されますし、その後の仕事のつながりにも当然影響してきます。あんまりね、堅苦しく考えすぎる必要はありませんが、その点だけはね、十分に注意したいポイントですね。第2位、
連絡しない。連絡がつかないという問題は結構頻繁に起きるようです。これつまり仕事を頼んだはいいけど、その後進捗がどうなっているのか全然連絡が来なくてわからないということですね。これですね、もしかしたら依頼された側からすると、いやまだ締め切り前なんだから、今の進捗状況なんて相手にいちいち伝える義務ないでしょって思っているかもしれませんが、そうじゃないですよ。依頼した側の気持ちを考えてみてください。あの人に依頼したんだけど、あと1週間しかないよ。大丈夫って信じたいけど、でも忘れちゃってたらどうしよう。なんか不安だな。一応メールで確認してみようかな。でも締め切り前に確認なんてしたらちょっと失礼かもしれないな。どうしよう。そんな風に不安を抱えているかもしれませんよね。これはねちょっと極端かもしれませんが、でもね少なからず相手に不安を与えることにつながります。あなたのことを信じている依頼相手は確認の連絡をすることを躊躇している可能性もあります。まだ来ない。まだ来ない。ずっとね不安な状態で相手を待たせることになってしまうかもしれません。なので、たとえね、納期に間に合ったとしても、いい仕事を最終的にできたとしてもですね、相手にとってはずっと不安だったという不信感は残ってしまうんですね。これあんまり良くないですよね。連絡はこまめに短く。なので、これの対応策としては、途中経過でもきちんと段階的に連絡する。これです。でもね、こういうことを言うと、いや、私メールを書くのすごく苦手だから、メールの文面を考えるのに30分とかかかっちゃうんですよね。という人がいるんですが、そんなことはね、いちいち気にしなくても大丈夫です。例えばですね、僕が仕事でメールをするときは、メールをする時間は、多分ね、1通につき1、2分だと思います。〇〇様、お疲れ様です。斉藤直樹です。〇〇の件のラフをお送りします。こちらでいかがでしょうか？ご確認をよろしくお願いします。以上です。もうね、文章にしたら3行ですね。いや、このぐらいで全然いいんですよ。このメールですね、実際進行管理の人に見てもらって感想を聞いたんですが、いや、むしろ長々と書いてなくて分かりやすいって言われたので、全然問題ないと思います。メールはね、短くていいです。っていうか、連絡しないことに比べたら、別に誤字や脱字があってもいい。そのぐらい、とりあえず連絡することが大事です。あとこれは補足なんですが、以前のね、僕の考え方として、どうしてもメールが億劫な場合は電話すればいいやって思ってました。特にですね、僕が20代、30代前半の頃は、実際にね、相手に電話することが多かったんですが、これをですね、制作進行管理の人に聞いたところ、連絡してこないよりはいいんだけど、あまりにもね、自分のタイミングで電話をかけられるとちょっと辛い。悪くはないんだけど、迷惑な人だなって思ってしまうこともある。という人もいたので、電話する場合はね、一旦確認した方がいいかもしれません。あと単純にね、電話じゃなくてメールやチャットツールの方が、ログが残りますから、言った言わないの問題も起きにくくなると思います。そういう意味でもね、文字に簡潔に残しておく方が安全ですね。第1位、納期を守らない。納期、締め切りを破るってことですね。これはもう最悪です。次から仕事が来ないと思います。これは要するに、約束を破ったっていうこともそうなんですが、例えばイラスト仕事の場合、それがね、ゲームの仕事だった場合は、僕がイラストを描いた後に、それを実際にゲームに組み込むためのデータ作りをする人、そしてそれを実装するエンジニアさん、そしてそれを宣伝する人、他にも色々な作業の人が後に控えている場合が多いんですね。でも僕が一人遅れてしまったら、その後の工程の人が全員迷惑することになるじゃないですか。締め切りを遅れても構わないって思っている人がいたとしたら、多分ね、その後の工程にもいろんな人が関わっているということをあんまり考えていない人だと思います。なのでですね、実際にそんなに大惨事になる前に、発注者は普通、実際の締め切りよりももっと早い日にちを伝えてくるのが普通です。例えばね、実際の締め切りが5月25日だとしたら、少しね、下駄を履かせて、5月15日が締め切りです。なんていう風に連絡してくることが多いです。でも、ベテランになればベテランになるほどなんですが、絶対に嘘の納期を伝えられているっていうことも分かっちゃってて、それを理由にね、平気で締め切りを破る人もいたりするんですけどね。でもこれ当然ですけど、アウトですね。よっぽどその人がいないと回らないプロジェクトだったり、その人自身がね、お金をガンガン生んでくれて、そのおかげで何百人の人が食えている、みたいな状況だったら、そういう横暴な態度も一時はね、許されるかもしれませんが、でもそれもその場だけですね。多分そういう態度を取り続けていたら、その人がお金を生み出さなくなった瞬間、周りの人は手のひらを返したように、その人から離れていくんじゃないかと思います。当然の話ですよね。納期をちゃんと守るだけでプラスの評価。
じゃあこれ解決策は何なのかというと、僕の場合はね、早めに仕事をするですね。僕はですね、新しい仕事先の場合は特に信頼関係構築のために、発注を受けてから数日のうちにラフを送るようにしています。そうすると、もうですか？早いですね。でね、それだけで喜んでいただけます。僕はやる気がある。この仕事に対して前向きだ。というアピールにもなりますし、そうやってね、信頼関係を構築していくんですね。で、実際にね、この行動を進行管理の人に確認してみたところ、その行動の評価はね、高かったんですが、むしろもっと実際のハードルは低くていいみたいでした。その人が言うには、もちろん早めの進行はすごく助かりますが、全然早めじゃなくても、納期を確実に守ってくれるだけで、かなりのプラスの印象を持ちます。それだけですごくありがたいです。とのことでした。これはね、僕としてはちょっと意外な答えではありました。なので、詳しく聞いたところ、やっぱりですね、それでもルーズな人は多いみたいで、締め切りを守ってくれない人というのは僕が予想していたよりもかなり多いということでした。あと補足情報として、納期が遅れる人の特徴として一番多いのが、こだわりがすごく強い人ということでした。そのこだわりがね、いい風に働くにはもちろんいいんですが、こだわりが強すぎるせいでね、自分が納得できないものは相手に見せることができずに、まだ見せられない。まだ見せられない。こんなのは絶対に相手に見せられない。と、ずるずる引っ張ってしまって、で、締め切りが過ぎてからね、実はまだ、と連絡が来る。そういうパターンがね、結構多いらしいです。これ気持ちはわかりますよね。多分、絵を描く人だったら少なからずね、この気持ち自体は理解できると思います。でもイラストレーターはあくまで相手あっての仕事です。自分の満足度も大事なんですが、それよりも相手が喜ぶプレゼントをいかに渡せるかどうかというのが肝になってきます。で、その相手が喜ぶプレゼント、どういうプレゼントが相手が喜ぶかということが大事になってくるんですが、僕らクリエイターはね、とにかく良いイラスト、クオリティが高いイラストを描くのが一番のプレゼントだと思いがちなんですが、依頼相手からするとですね、必ずしもそこが最優先じゃないこともあるんですね。これ誤解はしないでほしいんですが、クオリティはないがしろでいいとは言ってません。でもそれと同じぐらい、場合によってはそれ以上に納期を守ってくれることが一番のプレゼントという風に考えられている場合も多いんです。僕らクリエイター目線で考えたらね、締め切りっていうちょっとないがしろにしかねないことが意外と大きなプレゼントだったりするんですね。これはね、ぜひ忘れないようにしてください。それとこれはですね、さっきの連絡はこまめにしようっていう話にもつながるんですが、もし納期に間に合わなそうな場合は、早めに連絡をしてくれるなら問題ないことが多いということでした。というかむしろ、納期に間に合わないこと自体はそこまでアウトじゃないことが多いが、納期に間に合わないことが直前で分かってしまうことがダメということだったので、もしね、やばい、ちょっとこれ、納期に間に合わないかもっていう状況が起きたらですね、頑張ってその遅れを取り返そうとする前に、すいません、もしかしたら遅れるかもしれませんと一言連絡をするのがいいと思います。これはね、人によるかもしれませんが、僕が確認した進行管理さんは、結果的に期限が間に合わなかったとしても、連絡を早めに取ってくれる人だったら、その人には次の仕事を頼まなくなることはないと言っていました。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？それと今回の動画が参考になった人は、意外、絵で仕事ができる人はこういう人ですの動画も参考になるかもしれません。今回はね、ネガティブな切り口での話でしたが、こちらの動画は、じゃあ具体的にどういう絵が仕事につながるのという具体例を紹介した動画です。興味がある方はぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。